こんにちは、書道家のしおりです。今回なんですけれども、2025年の新年が明けたということで、お正月といえばじゃん、書き初めです。こちらはですね、私が小学4年生の時に書いた書き初めになります。竹馬という3文字ですね。結構ですね、子供の頃はこうやってすごく太くて大きい字を書く子供でした。で、このようにですね、銀賞ですね。一番上がね、確か金賞だったので、きっとですね、負けず嫌いの子供の頃の私はすごい悔しい思いをしてたんじゃないかなっていうふうに思います。で、書き初めなんですけれども、見ていただいた通り、この半紙に比べて縦の線がすごく長いですよね。で、この文字数がこれだと3文字なんですけれども、この紙のサイズにどういうふうに文字をですね置いていくかの配分を気にしたりとか、あとはこの名前をね入れるスペースをどういうふうにイメージして書いたりとか、そういったことが必要になってきます。またですね、大きい紙に書いていきますので、このようにですね太い字を書いていくということもポイントになるんですね。で、この動画の中ではそういう用具のこととか、あとその文字の配分とか、そういったことをですねお伝えしていこうかなというふうに思っています。小中学生の皆さんはこの冬休み期間にですね書き初めの宿題が出たりですとか、あとはその書道好きな方はこのお正月の期間に書き初めをされる方もいるんじゃないかなというふうに思いますので、そんな方々にですね参考になるような動画をお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではですね、書き出す前に用具について説明をしていきたいと思います。ですね、この書き初めの場合は縦に紙が長くって大きめの字をですね書くというのもその見応えのある作品になったりしますので、そのためにですね使う筆というものが、これはよくある半紙ぐらいのサイズのね研毛筆なんですね。穂先がこれは3.5センチぐらいなんですけれども、そうするとちょっとですねその墨をたくさんつけてもこれぐらい太い文字って書けないんですね。なのでその場合はちょっとこういう太めの筆で書くことをお勧めします。これは長さもあるんですけれども、ポイントになるのは長さよりもこの穂の太さですね。これがちょっと太い方が太い字を書けるということですね。で、墨もたくさん含むことができますので、こういうですね豊かな字が書ける。自分もちょっと字を褒めてるみたいなんですけれども、やっぱりその書き初めなのでこう大きくてですね勢いのある字というものの方が、見応えがあるのかなというふうに思います。それともう一つが文鎮ですね。で、結構紙の幅は半紙とそんなに変わらないんですが、長いからこう上からですね書いていくときにどんどん下になるにつれて、墨とか、水分が増えていきますので、軽めのものだとちょっとこう書いていて安定しなくてちょっとずれただけでも筆ってぶれてしまうので、そういう時はですね、こういう重めの文鎮を2つこう上にですね置いてあげるとかすると安定します。で、もしですねこういうものがない場合は全然重しになるような代用のもの、例えば厚みのある本だったりとか、そういうものをですねこの文鎮ともう一方のところに置くというふうにして書いている時に安定するようにするとこう気持ち的にもですね安心して書くことができるかなと思います。はい、では続いて文字の配分について説明をしていきます。ですね、書き初めの紙は縦長ということで、この今お見せしているものは竹馬3文字になるので、ですね、もうこれはその文字数に合わせてまずこう印をつけちゃうっていうのが手っ取り早いんですよね。これ普通のことを言ってるかもしれないんですけれども、で印をつける場合なんですけど、こうギュッて折っちゃうとこの筆をね上が通った時にボコボコってなっちゃうので、もう本当にこの印をつけるだけ、左右にちょっとだけ印をつける。
だけにしてください。でちょっと今これもシワシワの紙なんで分かりづらいんですけど、こうやって自分の目安ができますので、こういう感じで文字数に合わせてまずは印をつけていくということをしてみてください。でですね、あとは今回のこのお見せしている竹馬だったら、この中で一番小さく書ける字っていうのがあるんですね。それは「う」なんですけれども、うが逆にすごく一番大きくなってしまうと竹馬自体のバランスが悪くなってしまうと思うんですね。なので課題になっている漢字の中でどれが一番メインのものになって、小さく書けるものがどれっていうふうになんとなくですね、そういうイメージを持ちながら書くというものもポイントになります。でそうするとですね、これとかは「う」がですね、この「ま」よりちょっと小さいんですね。この「ま」がちょっと大きすぎるっていうのもあるんですけれども、なので、うがちっちゃく書いたとしても、まで辻褄合わせができるっていうことなんですよね。でそうすることで全体のバランスが良くなるっていう感じになります。でこの印がですね、わからなくなっちゃう時とかは、もう何でもいいんですけれども、近くにある例えばこういうノートとかをね、隣に置いてあげて、書き出しはここからだみたいな感じでやるのも一つの方法だと思います。それとですね、あと名前の書き方はね、結構やっぱ難しいと思うんですけれども、これね、小ちっちゃいですよね。だからやっぱりね、本当はここに来るなって想像しながら書くのがいいんですよね。あまり意識しすぎちゃうのも良くないんですけど、ここにもし入れたいんだったら、ここをもうちょっと右寄せに書くのか、払いをもうちょい細く書くのかってやると、トータル的なバランスが取れてくるっていうことになります。でそれとですね、お名前も自分の名前が何文字かによるんですけれども、私の場合は5文字になるので、その場合ですね、やり方としては、名前が一番下まで来るのはやっぱり良くないんですよね。やっぱここにですね、ゆとりがあるっていうことが、この書道においても、全体の作品をですね、下にズドンって下がるよりは、ちょっと上に上がっていくようなものの方が見ていて気持ちがいいですし、良い作品とも言われることがありますので、一番下をね、やっぱりこれぐらいにしようっていうふうにまず決めて、ここから逆算していくんですね。なので私の場合はこういうふうに来るわけなんですけれども、若干ね、見ていただいた通り、山田のここが空いているのに対して、このしおりのここがね、ちょっとキュンキュンになってますよね。だからこれはちょっと計算ミスなんですけど、だいたい同じような感覚で並ぶというのが、綺麗な、バランスになると思います。はい、ではですね、実際に書き初め、今回は、竹馬という文字を書いてみたいと思います。字をね迷ったんですけれども、今回その竹馬という私が昔子供の頃に書いた字でいろいろと説明をしてきたので、今回はその字をですね、書いてみようと思います。はい、こちらがですね書いたものになります。ちょっと全体像が見えにくいんですけれども、かなり、改善点ありの状態で、申し訳ございません。というのはですね、やっぱり久しぶりの大筆を使ったということがあって、すごいにじみが出てしまったりとか、あとはちょっと久しぶりに使った筆、この
毛先がね揃わなくてバサバサってなってしまったりとか、それとこの配分のことをですね私がお伝えをしておいたにもかかわらず、ちょっとねこの「う」がもうちょっと上に来るとこの「ま」がゆとりが出たのかなっていう感じで反省をしております。あとはね名前もですね、これは子供の頃よりは上手に書けたかなっていうふうに思っています。こういう形で、書道、書き初めに限らず書道はですね、この一個一個もっとこうしたらよかったなっていう改善を見つけて、それを繰り返していくと必ず上達しますので、ぜひそんな感じでですね自分が書いたら、観察してみて、修正をしていくということをしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひですねこのお正月の期間に自分の今年の漢字とか、書きたい漢字とかいろいろそういう時間を作ってみると、またですねいつもと違った体感とか、そんなことも得られるんじゃないかなと思います。この動画が参考になりますと嬉しいです。ではですねまた別の動画を出していきたいと思いますので、その時にまたお会いしましょう。